皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳ワッフです。今日は9月歌舞伎座千秋楽に来ました。初日も昼より見て、千秋楽も昼より見ますということで、どういう風に違うか、私の感想がどう変わるか、またレポートしたいと思います。楽しみですね。それでは秀山祭千秋楽に行ってみましょう。レッツゴー。今昼の部が終わりました。今日は比較で2つの比較を言いたいと思います。1つは、今回この雪舟合法月次、実は歌舞伎座以外に右近さんの剣の会で浅草公会堂で見ました。その後すぐ感想の動画を撮っていたんですけども、ちょっと録画に失敗して、アップできませんでした。ということで今日千秋楽見て、菊之助さんの玉手と右近さんの玉手の違いを一つ言いたいと思います。そして2つ目はこの初日と千秋楽の違いです。まず1つ目の右近さんの玉手、菊之助さんの玉手の違い、味わいの違いについて、お伝えしたいと思います。3つのポイントがあります。まず1つ目、表情がとても違います。菊之助さん結構ずっと無表情で、その目の奥まで無表情で玉手が出て、父親母親のとこに来るところから最後ぐさりと腹に刀を刺して、死んで、そして俊徳丸の目を直して息絶えるところ、そこまで基本ずっと無表情です。目の奥も暗い感じの重い感じがしました。それに対して、右近さんの玉手、すごく若いというか表情が豊かです。結構最初はクールに、父親からなんでお前は帰ってきたんだと怒られるところ、本当にクールな顔をしてます。ツンとすまし顔で、親の言いなりにならないと、私は俊徳丸への恋を貫くんだという表情をしてます。そして俊徳丸への、こびるような愛の目、そして最後腹に刺して刀を刺して、で自分の血を俊徳丸に分けて、俊徳丸の目が治る、最後自分は全てを果たしたという時に、最後右近さんにこりと微笑むんですよね。そういう本当に表情の違いがありました。味わいの違いです。正直言って私は右近さんの玉手の方が好きですね。ここは本当にこの気高い玉手、そして愛くるしい玉手、あなたはどちらが好きでしょうか。ぜひコメントありましたら、コメント欄にお書きください。あなたの感想をお書きください。2つ目、これ設定はこの玉手というのは実は20歳19で、俊徳丸も同じぐらいまたはちょっとしたというとても成人程度の設定です。やはりこの設定からすると、幼いまだまだ初々しい2人という感じだと、右近さんの方が設定に合ってると思います。それに対して菊之助さんの玉手、やはり大人っぽいというか、大人、少し母親の喜びというのもあるのかもしれません。母親の自愛という感じもしました。母親が息子に対して自分の血を分ける、義理の母親ですけども自分の血を分ける、そして救うという、そういう感じがしました。そういう実際の設定に近い方が好きか、役者の力で、そして観客の想像力で、見るかというところは人によって異なると思いました。そしてこの雪舟合法が筋を知ると、5歳に入った側室で入った、そして、両方の義理の息子を救いたいということで、俊徳丸に毒を持って、でも救うというこの奇策について知っていれば、より悲しみも心に響くと思います。で右近さんのこの剣の会
は最初に右近さん自らあらすじを語ってました。現代の人にも分かるように右近さん自らが声で登場してあらすじを語りました。そういう意味じゃ若い歌舞伎ファン、若い右近ファンにとってとても分かりやすいと思います。歌舞伎座の方はもちろんそんなことはなくて、あらすじを知ってるという前提で話が進んでます。そこら辺も表現の仕方としてとても面白いと思いました。そして初日と千秋楽の違いです。正直に言って千秋楽の方が3割ぐらい安心して見てられる、また演技という意味でも3割増しぐらいの感覚があると思います。なんといっても役者の声が朗々と通る、言葉も非常に明確に分かりやすいです。そういう意味では、初めて見る方は、役者がこなれてから見た方がいいと思います。そして千秋楽が最高だと思います。特に今日感じたのは、初日は義太夫の青井太夫の声が非常に響いてました。そして役者さんは、やはり少し久しぶりまたは初めてのセリフなんでこわごわと言ってるという感じがしました。それに対して千秋楽は役者の声が主、そして、太夫の声、三味線が10という感じがしました。そして大婿に関しても大婿さんが自信を持ってバンバンとかかってました。言葉やいいですね。いろんな大婿がかかっていて、聞いていて心地よかったです。あと千秋楽だと小引町広場でブロマイドも売ってます。そしてこの筋書きも写真入りとなります。そういうところ、千秋楽楽しめるんではないでしょうか。ということで夜の部に行ってみましょう。それではレッツゴー。今9月歌舞伎座夜の部千秋楽が終わりました。いやー、千秋楽夜の部もどれも完成度が高くて、妹瀬女定金後半染五郎さんが自害する、そこ無音なんですよね。無音が長い。いやーすごい。宇賀之助、染五郎、そしてひな鳥の悲劇、すごい完成度で玉三郎さん、そして松緑さんと描いていました。そして最後の勧進帳、いやーくっきりと幸四郎さん対菊之助、弁慶対富樫というのが初日よりもより濃く描かれていたと思います。そして幸四郎さん、弁慶としての覚悟全く崩れませんでした。いやーすごい迫力だ。一日通してみたんですけども、最後確かに勧進帳で、弁慶、そして、染五郎さんの義経が無事に関所を抜けていくということでハッピーエンドで良かったと思います。結局千秋楽見ましたけども、私の順位は初日と変わってません。そういう意味では、初日に見て皆さんにお届けするランキング十分今後も参考になると思います。ということで今日は歌舞伎座から千秋楽をお届けしました。そして今月は初日を見たんでよく比較が出ていると思います。いやこの間将軍、アメリカのエミー賞を取った将軍、テレビドラマの将軍の動画を見てあげたんですけども、やっぱり生の歌舞伎の迫力、これは見に来ないと分かりません。十分面白いというか、正直言って将軍を凌駕する今月人間ドラマの面白さでした。雪舟合法月次、そして妹瀬山女定金、そして勧進帳と
本当にエミー賞将軍を凌駕する面白さでした。来月も楽しみです。来月もランキングを作ります。ということで、皆さんに YouTube そして公式 LINE でも情報をお届けしますので、ぜひご登録ください。あとぜひいいねやチャンネル登録、そして感想コメント書いていただけると嬉しいです。ということで、歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。また皆さんに生の歌舞伎座の情報、歌舞伎の情報、日本伝統文化の情報をお届けします。それでは9月歌舞伎座千秋楽からまた、もう来月2日という垂れ幕が出ていました。それではまた。